はい、どうも皆さんこんにちは、あきらです。ようこそ東京へということで、僕はね今東京の秋葉原にいるんですけれども、今回の動画はですね、東京に訪れたら絶対にね行ってほしいカメラショップをね5選をねピックアップして皆さんにねご紹介できればなというふうに思っております。もうすぐね CP プラスというですね日本最大級のカメライベントもね控えているところでございます。東京へのね旅行を計画している方もねたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんな方々に向けて東京に来たらね絶対にね行ってほしいと心から思うようなねカメラショップについてちょっと今回はねご紹介できればなというふうに思っております。写真好きも動画好きもフィルム好きもね全ユーザーがね楽しめる動画になっておりますので、ぜひですね最後までね楽しんでいただけると嬉しいなと思っております。というわけで、そしたらね5つあるんで、もう早速ね東京のカメラショップ巡っていきたいなというふうに思います。早速行ってみましょう。リコーの GR3 あります。これがここにあるんですよ。 FX だらけ、現像込みの値段表記。テンション上がるっすマジで。すごいさ、店内がおしゃれじゃないですか。1万円ぐらいかな、この辺は。365万円購入していました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。結局買っちゃいました。最初に紹介するのはポパイカメラ。東急東横線大井町線が交差する自由が丘駅から徒歩わずか2分。アクセスが抜群で駅近の立地が便利です。おしゃれな自由が丘の街に溶け込むこのお店では、カメラ雑貨やフィルムが豊富に揃っており、カメラ愛好者はもちろん初心者にもぴったりのアイテムが見つかります。フィルムカメラを始めたばかりの方でもスタッフが丁寧に教えてくれるので安心です。店内にはデザイン性の高いオリジナルグッズやアパレルも充実しており、カメラ好きにはたまらない商品がたくさんあります。創業88年という長い歴史を持つポパイカメラは、信頼と実績を誇る老舗写真専門店として写真の楽しさを提供し続けています。はい、ということでね、まず入ると入り口にねこのようなゾーンがあって、このフィルムカメラがねたくさん並んでおります。で実はね僕ここで自分でもフィルムカメラを1回買ったことがあって、それがねこのシリーズのエクター135っていうねコダックのカメラをここで買ったんですよ。でこの棚見ていってくださいよ。このさフィルムカメラなんだけど結構状態いいんですよね。めっちゃ綺麗で、割とね普通に今でもね全然使えるようなものたちばかりになっています。で最近はねこの辺のトイカメラとかがねなんかめっちゃ流行ってるらしくて、クリスマスプレゼントとかすごいね結構人気みたいですね。あとはこういう風になんかフィルムカメラをなんやろ始める人に向けてもうなんかセットオールインワンみたいなのがあったりします。でなんかさっきね聞いたんですけど、これ見たことある方多いんじゃないでしょうか。ハリスツイードというブランドとポパイさんがコラボで作ってるねストラップ類がたくさんあるんですよ。めちゃくちゃ可愛い。でもちろんねこのようにフィルムのようにつけてもいいと思うし、デジタルでもねデジタルカメラでもつけることが全然できますので、これいいよね。でねポパイカメラさんといえば僕がねすごいお気に入りのゾーンがここなんですよ。ここにフィルムがね一覧でずらっとあるんですけれども、ここにねオーソドックスというか定番のねコダックのポートラとか富士フィルムのねものとかあるんですよね。ただこのゾーンが多分他にはないものです。これねオリジナルのねポパイカメラさんのフィルムなんですよ。でしかもこれが値段が安い。しかも現像込みの値段表記。ポパイから400とかだったら36枚入りが2400円で、現像込みということなので、フィルムはね本当に値段がだいぶと上がってしまったので、現像も込みでね上がっちゃったので、すごくね始めやすいかなと思います。でちょうど今のねこのシーズンにすごくおすすめさっきしていただいたのがこれなんですけど、ウィンターナチュラルっていうオリジナルフィルムが感度が1600なんですよ。この値が高いほど明るく撮れるというか、暗いところでも撮りやすくなるんですね。 ISO っていう概念があってちょっと難しくなっちゃうんですけど、でこれがウィンターナチュラルって書いてるんですけど、イルミネーションとか冬のなんか暗いシーンとかでも綺麗に撮れるよっていうようなフィルムになっています。ちょっとこの辺はね値段はね上がってしまうんだけれど、いろんなこうシーンに合わせたものがあったりするし、それぞれフィルムのどういう質感で出るかっていうのがちょっとここにね書いてくれてたりするので、自分のこう好きな世界観映し出したい景色の色とかをここから探っていくっていうのもいいんじゃないかなと思ってます。他にも写真集のコーナーやフォトフレームコーナーがあったりと、写真好きにはたまらない魅力がたくさん詰まったお店です。ちなみに僕はオリジナルのフィルムではなく中盤フィルムを買いました。カメラを可愛くおしゃれに楽しみたい方は自由が丘のポパイカメラぜひ訪れてみてください。
2店舗目に紹介するのは新宿駅から徒歩わずか3分、アクセス抜群の立地に佇むのはカメラ愛好者たちの聖地、新宿北村写真機店さん。8つのフロアにわたる圧巻のラインナップで誰もが満足できる空間が広がります。まずは1階、フォトライフを彩る雑貨や世界中から集められたカメラアクセサリーが勢ぞろい。フィルムの品揃えが豊富で撮影後の現像まで一貫して受け付けています。2階では最新モデルのカメラやレンズがずらり、国内外のメーカーを網羅し、スタッフの方が丁寧にアドバイスをしてくれるので初心者の方も安心です。はい、というわけでね、中に入ってきました。今僕はね、2階のフロアにいるんですけれども、すごいさ、店内がおしゃれじゃないですか。僕もここね、何回か来たことあるんですけれども、ここにいるだけでも楽しいというか、ここにね、富士フィルムのカメラ、ソニーのカメラ、ニコン、キヤノンとかね、いろんなカメラが揃ってるというところですね。でちょっとね、今お伺いしたんですけど、この富士フィルムのカメラもボディとキットレンズものによるんですけれども、中にはねボディが買えるものもね、在庫があるということだったりするので、なかなかね買えないカメラも、ここの店頭でね実際に実機を触って買うことができるという風になっております。で個人的にねすごくいいなと思うのが、ちょっと前の機種とかも全然置いてあります。例えばねセブン3とかね、これもミラーレスで最も売れたフルサイズミラーレスと言われている名機なんですけど、これのね新しいモデル7 Mark IV というのが出てるんですよ。でもその1個前のものとかも置いてたりするので、最新のものだけじゃなくてちょっと前のものを安くね買うっていうこともできるんじゃないかなと思いますね。でこれハッセルブラッドカメラ、このねハッセルはねなかなか置いてるとこマジで少ないと思います。でねレンズもしっかりと置いてあったりしますね。ハッセルブラッドのカメラってね結構特殊で X2D っていうねこの普通のミラーレス型のカメラとちょっとねこういうフィルムバッグとデジタルバッグをねこう取り付け可能だったりする、907XCFV100C というねカメラ、すごくね、歴史的であり、かなりねスウェーデン発祥のないカメラにはなるんですけれども、こういったね普段なかなか見ることができないようなカメラも現行機種として、最新のモデルが置いてありますね。3階は少しユニークなフロアです。ジャンクカメラやレンズが宝探し感覚で楽しめるフロアです。掘り出し物が見つかるかも。分解や組み立てをしてカメラやレンズの構造を学んだり、使用している機材の壊れたパーツを取るという目的でも活用できる魅力あふれるフロアです。4階は圧巻の中古カメラフロア、約5000点以上の品揃えを誇る日本屈指の在庫量です。ヴィンテージカメラやレアアイテムも多数揃い、新たなお気に入りとの出会いが待っています。陳列しているすべての商品は購入前にお試しすることができたり、購入後6ヶ月間の保証がついているので安心して購入することができます。5階ではカメラの買い取りや修理、メンテナンスまでサポート。大切なカメラを長く愛用できるようプロの手で丁寧に仕上げてくれます。カメラの他にも Apple 製品の修理や証明写真サービスも完備しているフロアです。北村写真機店さんすごすぎますね。そして6階はライカファン必見の特別フロア。新品からヴィンテージまでライカカメラが一堂に会します。憧れの一台に出会えるチャンスがここにあります。はい、ということでですね、今6階のフロアに来たんですが、ここがライカブティックというねフロアでして、ライカのカメラをね全てここで楽しむことが可能です。実は僕も今ライカの M10 というねカメラを使ってるんですけれども、ライカファンはね世界中から訪れるんじゃないかなと思います。ちょっと中見ていきましょうか。実際にこの復刻版の M6 であったりとか MP のシルバークロームとかこういったものもあるんですね。でそして M11 シリーズとか、レンズとかもあるし、僕がねちょっと狙ってるのがねこのグリーンのねストラップなんですよね。ライカのグリーンストラップがすごく可愛くて、僕のこのボディにすごい合いそうじゃないですか。だからねちょっとこれを今ね迷ってるんですよね。でそして M 型のボディには M 型のレンズということでもうめちゃくちゃあります。でこっちにもねちょっとオールドなものもあったりするんですけれども、全てですね自分のライカと組み合わせて試してみる、つけてみることができるとのことなので、もうこの量をねいっぺんにこう気になるものをね楽しめることってねなかなかないと思うんですが、ここであれば中古のねこのラインナップを全部ね見ることができます。ブティックにはライカで撮影された写真も展示していて、写真欲が溢れ出てきます。はい、ということで、反対側のねヴィンテージサロンの方に来ました。ここもねもう全てライカのね製品で溢れてるんですが、ここが本当にすごくてですね、というのもこれライカ M10P サファリのね限定モデル、これがね僕本当に欲しくて、
でもどこにも在庫がないっていうか、どこにもねもう中古すら出回ってないっていうので、これがここにあるんですよ。こっち側にもねさらにサファリのねカラーがまだあったりとかで、もう本当にちょっと簡単にね言葉で表すことは難しいんですけど、このフロア全体がね本当に博物館というか、もう見るだけでも多分楽しいと思うので、もう全国、いやもう世界中のねライカー好きの皆さんもぜひ日本に来たらねここには絶対来ていただきたいと思います。最上階は体験型フロアです。セルフ写真館ピックミーではおしゃれな写真が気軽に撮影可能みたいな感じで個室で自由に撮れるんですよ。だから恥ずかしくも全然ないし、結構いい感じで音楽もかかってるので、それこそね駅近なので卒業式終わりとか、なんか記念事、成人式の後とかでもいいと思うし、特別なメイクをしたりね袴を着たりとかね、特別な日にねここで残すっていうのもかなりねいいんじゃないかなと思います。カメラアクセサリーや新品中古ジャンクカメラから激レアカメラが豊富に揃い、体験や修理までの全てを一つのビルに集約させた北村写真機店は、世代やジャンル問わずみんなが楽しめるカメラショップです。これでもまだまだ伝えきれない魅力がたくさんあるので、ぜひ足を運んでみてください。次にご紹介するのは秋葉原にあるセカンドベース。 JR 秋葉原駅電気街口から徒歩約3分、高架下の商業施設シークベース秋岡マニファクチャー内に位置しています。店内はカメラ愛好家の秘密基地をコンセプトに、ブルックリンスタイルのインテリアでおしゃれな雰囲気が漂っています。主にオールドレンズやフィルムカメラを中心に取り扱っており、初心者から上級者まで楽しめる品揃えが魅力的です。店内では実際にカメラやレンズに触れることができ、試し撮りも可能です。ということでね、店の中はこんな感じで、レンズがねめちゃくちゃあるんですよ。ここにもあるしフィルムもあるしっていう感じで、ここのねお店セカンドベースさんの特徴は、自分のカメラにオールドレンズを試せると。でアダプターとかがねオールドレンズ変わってくるんだけれども、このねアダプターに関してもここのものをお借りできて、自分に必要なカメラのマウントから使いたいレンズのマウントに変換させるアダプターをお借りして試せると。これがね一番の特徴ですね。そうね、ちょっとこの定番のスーパータクマら辺はなんだかんだ所有はしてないので、この辺かな、スーパータクマの一番ねお求めやすい、ものかな。1万円ぐらいかなこの辺は。状態とか世代とかによって結構変わるんですけれども、F1.4 がありますね。これにしよう。 F1.4 スーパータクマ 50mm、 この子にします。なのでソニーの E マウントからこれをつけて、こういう形、こうやってぐりぐり回す感じですか。こういうやつなんや。でオールドレンズのね面白いのがね、絞りリングがちゃんとダイレクトに反映される。これがね僕は結構好きなんですよ。ちょっと撮ってみましょう。うわーいいね。オールドレンズなんでね、オートフォーカスとかはもちろん使えません。電子接点がないんでマニュアルフォーカスとかになるんですけど、それがね多分いいと思います。であとですね、こっち側にフィルムのボディであったりとか、もうかなりですねこの辺のちょっと僕ここら辺はねさすがに全然わからないんですけど、こんな感じのレトロなねカメラたちもあります。この辺ねライカのねフィルムカメラであったりとか、ローライの一番新しい 35AF で、あとねこのコンタックスの T3 っていうのがね、これ多分ね限定モデルかな。なのでちょっと色が違うんじゃないかなと思うんですけど、こういう T3、T2 っていうのがフィルムカメラでもかなりね値段が今上がっててめっちゃ人気なんですよね。いろんな方がもう海外のね有名なアーティストとかもすごい愛用してて、もうすごい価格が上がっちゃってて40万円やばいわこれはっていう結構珍しいものまでありますね。であとちょっとライカの R レンズとかニコンのフィルムカメラとかもこの辺まであったりするといった形ですね。その他にも流行りのコンデジが豊富に揃うコーナーがあって、若い世代には絶大な人気を誇っているとのことです。さらにフィルムコーナーがあったりと、まさにここは秘密基地空間ですね。フィルムケースやカメラストラップなどのオリジナルグッズもとても可愛くて、僕は前からずっと欲しかったブラックで細めの可愛いカメラストラップを購入しました。そして会計中にすごいカメラを発見したんですけど、みんな見てください。それはレジで置かれていた木に張り替えられたニコンの ZF です。実はこれ特注でカスタマイズされたそうで、このように他のカメラショップでは見れない貴重なアイテムとかスタッフの方々のこだわりが見れるセカンドベースさん、ぜひここも訪れてみてください。
次にご紹介するのは中古カメラとレンズの専門店 GT カメラ。東急東横線代官山駅から徒歩3分、東京メトロ中目黒駅から徒歩5分、さらに JR と東京メトロが乗り入れる恵比寿駅からも徒歩8分という抜群の立地にあります。店内には国内外の人気ブランドカメラやレンズが豊富に揃っており、ヴィンテージから最新モデルまで幅広いラインナップです。また専門スタッフの方々が丁寧にアドバイスをしてくれるので、初心者の方でも安心。気になるカメラやレンズ選びをしっかりとサポートしてくれます。はい、ということで店内がこんな感じなんですけれども、ずらーっとたくさんあります。で基本的にはフィルムカメラがね多くあるんですけれども、ちょっとねデジタルカメラも少しね、古いものというか結構ね昔の機種とかも揃えられています。でねすごく僕的にね気になったのがここニコンの 28Ti だったかな 35Ti みたいな、ここのニコンのね、当時の超高級フラッグシップみたいなすごいね、ニコンの中でもかなりこう力を入れられた、コンパクトなねフィルムカメラみたいな、こういったものもね揃えられていて、結構ね今はこうフィルムカメラの値段もねかなり上がってしまってるんですけど、すごい人気で、未だにねこうみんなが欲しがるようなカメラもしっかりとね揃えられていますね。でですね、ここのねエリアがもうすごいテンション上がったんですけど、ここに中盤系のねカメラがたくさんあります。マキナとかコンタックス、ハッセルブラッドとかね、たくさんありまして、フィルムバッグだけでもね売ってると。でなんとですねリコーの GR3 あります。これは多分この動画が出てる頃には多分絶対売り切れてると思います。なんですけど、この鮮度の良さというか、たまたまね今在庫があるといった形ではあると思うんですけど、 GR3 とか富士フイルムの XE1 とかね、もう未だにめちゃくちゃ人気な、もう定価より高いカメラみたいな、そういったものもたくさんね揃えられてるといったところですね。でちなみに他にもねこの辺にニコンの F3 と呼ばれる、一眼カメラ、要はレンズを取り外せるフィルムカメラで、ニコンの中でももう名機と言われるほどすごい人気で、未だにねかなり価値のあるねカメラとかもここにあるので、本当にこうフィルムカメラをね始めたい方はここのボディを買って、でここのニッコールレンズ、僕もね普段使っているオートニッコール S とかね、この辺のレンズが使うことができますので、ボディを1つ選んで、フィルム用のねレンズを1つ選んでそのセットで購入するみたいなこともできるようになっています。ヴィンテージ品も豊富に揃う GT カメラでは専門スタッフが丁寧にアドバイスしてくれるので、情報の少ない何十年前のカメラも安心して購入することができます。露出系などの業務用途で使用する機材もあったり、初心者からプロまでワクワクが止まりませんね。はい、でですね、ここのゾーンですね、もうたくさんのライカのカメラとレンズがございます。基本的にはこうフィルムのねライカっていうものがねたくさん揃えられておりまして、もう M3 とかの中でもかなりねいろんなこうカラーのねものとか、 M2 のねチタンブルーとかも置いてありますね。でここにですね、僕がね本当にすごく惹かれたものがありまして、こちらです。このライカ M6 というカメラなんですけど、この M6 というカメラが少し前に復刻版というものが出たんですね。その復刻版じゃない昔の方のモデルでめちゃくちゃ状態が綺麗なものが展示されています。展示というか販売されています。すごい綺麗で、しかもこのねボックスというかその箱とかも揃えられていて、もうめちゃくちゃ綺麗ですごい希少価値がね高いものなんですけど、こういったものもねあったりするといったところですね。でこんな感じで外側にもねたくさんショーケースに並んでるんですけれども、まずねここからさめちゃくちゃワクワクしますよ。特にねここら辺のかなりねコンパクトな、一体型のね、カメラがたくさん並んでいます。基本的にはねフィルムカメラになるんですけれども、一眼みたいな感じで取り外すものだけじゃなくてもう一体型になってるので、すごくね操作がしやすいものとかが多いですね。でここら辺に、ライカのねカメラの中でもかなりね、僕がね知ってる M6 とか M4 とかよりももっともっと前のね機種とかが並べられていたりとか、あとはね M 型のレンズとかねオールドレンズとかもたくさんあったりとかね、結構ボリューミーにありますね。僕はここで気に入った写真集を4冊ほど購入させていただきました。カメラやレンズだけでなく、これから撮りたい写真とか自分が好きな写真のインスピレーションを受けれるところも魅力的です。お店の外から見れる展示もたくさんあるので、近くに寄った際はぜひ GT カメラを訪れてみてください。最後にご紹介するのは中野駅北口から徒歩3分の老舗カメラ専門店富士屋カメラ。創業は1938年、なんと80年以上の歴史を持つこのお店は本館、動画館、4品館の3つの建物に分けられ、プロから初心者までの幅広いニーズに応えるカメラ専門店として多くのカメラファンに愛され続けています。その中でも今回は動画に特化した富士屋カメラ動画館と三脚や周辺アイテムが揃う用品館をご紹介します。
動画館では映像制作を本格的に楽しみたい方のためにシネマカメラやマイク、ジンバルなどの映像機器を幅広く取り扱っていて、実際に機材を試せるスペースもあるため、プロのクリエイターからも高く評価されています。はい、ということでね、動画館の中にいるんですけれども、いやもうね、もうテンション上がるっすマジで。結構懐かしいねものもたくさんあるんですけど、まずね大きくあるのがデジタルビデオカメラですね。この辺のゾーンがもう一体があります。でこのね下の方ですよ、この辺やばい。昔のねアリのカメラであったりとか、あとこれねソニーのベニスとかも置いてますね。価格はちょっと418万円ですけど、ベニスのねしかもエクステンションのものも奥にあったりするし、ですごいね懐かしいのが、懐かしいっていうか僕実機初めて見たんですけど、パナソニックのバリカムって呼ばれる業務カメラがあります。僕がね動画を始めた時にすごい憧れてたんですよね。というのもこのバリカムの V っていうのが多分パナソニックのルミックスにも入っている Vlog の V だと思うんですけど、このねバリカムっていうこのカメラの色から、僕たちがルミックスのカメラを楽しんでる時にすごくね綺麗だなと思うのは多分ここから来てると思うんですよね。でねここがめっちゃおもろいのが FX だらけこの辺特に FX30 は何台あるかな、10台ぐらいありますね。でも3はね意外と1台しかないから、やっぱ FX3 はねすごく人気だと思いますね。6もあるし9もあるし、でちょうどねさっきこのカメラをねテストしてる人もいたんで、こういったシネマカメラとかねやっぱり実際に見てみないとねわからないところも多いと思うんですけど、全然ねテストさせてくれるというところになっていますね。でここよ、ここめっちゃおもろい。てか可愛い、なんかアクションカメラがね整列してる懐かしいな。これ GoPro Fusion ですよ。ヒーロー7とか、僕はねヒーロー4からね買ったんですけど、アクションカメラねもう結構性能ね全然十分なので、ここでね安い、ちょうどいいものを探すっていうのは結構あれだと思います。でこっちやね、この辺がね素晴らしい。西さんのフィルター類とか、僕がね普段使ってるスイフトシステムっていうこの辺のものとかもありますね。であとはねなんといっても最新のねシネマカメラゾーンといえばここら辺ですね。キヤノンの C80 とかもありますね。フルサイズのキヤノンの中身が多分 C400 とかと一緒だったはずなんですが、と APC センサーの C70 とかもあるし、あとねこれですね、ブラーノ、ソニーのブラーノシネアルタのものもあります。365枚はい、でブラーノはね結構ルックがね FX63 とかとはねもうワンランクがっつり変わってくるんですよね。そもそも XOCN っていう、ソニーのローのようなファイルフォーマットで撮ることができるので、8K で撮れてめちゃくちゃファイルサイズは大きいんだけれどもかなりね情報量を持ってますので、これはね本当にもうすごい世界が広がっています。でさらにねここですよ、このゾーン、ブラックマジックさんの新しいシネマカメラシリーズ、これピクシスって呼ばれるね、シネマカメラボックス型のねものが出ると言われていたんですが、ついに出たものですね。意外とちっちゃくないですか？僕の顔よりもちっちゃいぐらいと思うんですけど、1回だけね中身覗いたことあるんですけど、意外とやっぱちっちゃいですね。日本にも上陸しました。でこっちですね、これがアーサシネ 12K というね、よりこうシネマライクな表現、アーサミニのねシリーズとはまた違ったシリーズのものになるんですけど、アーサシリーズの一番上位グレードのものだと思います。これもかなり大きい。はい、アーサシリーズはねもうどれも大きいし、僕もね散々このチャンネルで、ね、アーサシリーズは 4.6KG2 とか 12K モデルも動画内でね紹介したことありますが、このシネシリーズはねちょっとさらに一歩大きいですね。動画館の上階には三脚や照明、カメラバッグなどが揃う用品館があります。ネジや小さなパーツなどの細かな商品も豊富に揃っていて、家電量販店には売っていないようなコアなアイテムも富士屋カメラだと見つかるかもしれません。はい、というわけでね上の階の用品館に来ました。じゃじゃんとすごいですよね。向こう側にもあるんですけれども、ずらーっと並んでおります。はい、足類ですね。三脚の足とか、あとこっちの上に雲台があったりとか、写真用とビデオ用両方ともある感じですね。はい、かなり豊富な品揃えであります。いやーこのさちょっとねこれも早速迷ってます僕オフィスでスライダーをね普段使って撮影をするんですけど、そのスライダー用にがっしりとした足が欲しかったんですよ。でねその一回一回片付けるのが大変やし、他の三脚とも併用してたんで、もう一個それを専用に買ってスライダー用に持っておくのありかなと思ってるんですよね。
三脚の足を開く時にかなり力が必要だったので、店員さんに相談してみたらすぐに適切な硬さに調節してくださいました。やはりこのように専門のスタッフさんが丁寧に教えてくれるのはネット上ではできない魅力ですよね。カメラバッグコーナーには人気のペリカンケースなども多数在庫があり、実際の大きさを確認したり他のモデルとサイズを比較しながら検討できるのが安心でした。そんな僕は用品館でスライダー撮影専用に使うとても頑丈な三脚を今回も購入しました。そしてメインの本店では2000点以上のカメラ、レンズなどの機材が豊富に揃っていて、最新機材からクラシック、ヴィンテージカメラなど本当に多くのカメラやレンズを購入することができます。幅広いカメラユーザーが一つのエリアで全てを満足できる富士屋カメラさん、ぜひここも訪れてみてください。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今ですね、東京駅の方に帰ってきました。東京のね夜はねすごく綺麗にライトアップされますので、ぜひですね帰る際はこちらもね寄っていただけると、この丸の内の綺麗な景色がね楽しめるんじゃないかなというふうに思います。最後にですね少し注意点がありますので、それを伝えて終わろうと思うんですが、特に海外の方々へね伝えたいんですが、もし日本で最新の機種、現行のカメラだったりとかを購入したいとなったとしても、言語設定ができないカメラっていうのが結構あります。ソニーのカメラとか富士フイルムのカメラとか、言語設定が日本語またはイングリッシュのみにしかできなかったり、日本語オンリーだったりと結構ありますので、安いからといって日本で買い占めるみたいなそういったことは避けていただければすごくありがたいなというふうに思います。そして保証に関してなんですが、日本で購入したとしても海外だったら保証が効かないとか、日本国内での保証に限るといったケースもかなりあると思いますので、詳しい内容は購入される際に店舗でね確認していただければなと思います。ということで皆さんお気に入りのカメラショップは見つかったでしょうか。今回はね5個ご紹介をねさせていただきました。今回紹介したショップのアクセスであったりとか店舗のホームページなどは概要欄に記載しておりますので、行ってみたい店舗があればぜひ概要欄からチェックしてみてください。そして最後に今回ですね取材協力、撮影協力をしてくださった全てのカメラショップの店長さん、そして当日対応してくださったスタッフの方々、本当にありがとうございました。素敵なね動画を作ることができたんじゃないかなというふうに思います。それでは皆さん、この動画がね役に立ったよ、良かったよっていう方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。東京に行く予定がある方ない方でも今後ね見返せるようにいいねとかグッドボタンでこの動画を保存しておいていただけると見逃さずに済むかなと思いますので、ぜひねよろしくお願いいたします。ということで今回の動画最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。